41アンナスの悪巧み。神殿から商人やローマ兵を追い出した後、バラバとヨナの二人は神殿を占拠し、若者に武器を渡し、戦闘態勢に入った。ヨナは別名バルヨナといい、ペテロのいとこで、顔形もペテロによく似ていた。ヨナはペテロに一振りの剣を渡し、彼にも一緒に剣で戦うように勧めたが、ペテロはこれを断った。でもいつかイエスの身辺が危うくなった時に使えるようにと、ある場所に剣を隠しておいた。ペテロは大祭司に買収された連中がきっとイエスを殺しにやってくると思っていた。バラバとヨナは武装した若者を大勢引き連れて街中を歩き、一緒に戦いたい者たちは俺たちについてこいと叫んだ。多くの人々は自分の大きな重荷となっているローマの支配やパリサイ派立法学者を撃退できれば良いとは思うものの、おいそれとは反乱分子の仲間に加わろうとはしなかった。今はテウスでもローマ軍は大挙してエルサレムにやってくることは火を見るよりも明らかであった。アンナスと大祭司がローマ総督ピラトのもとへ飛脚を飛ばし、ならず者によって占拠された神殿を取り戻すよう要請したという噂が街中に流れていた。それだけではなかった。ならず者を操っている者はバラバとイエスであるとも噂されていた。バラバとヨナによって率いられていた反乱軍はアントニア砦とシロアムの塔を難なく占拠することができた。その中にはイスカリオテのユダはいなかった。彼はいつも背後に隠れ、イエスの近くにいる方が良いと考えていた。ユダの計画を成功させるためにはどうしてもイエスを中心に据えておく必要があったからである。彼の計算では、ローマ軍がやってくる前に反乱軍に加わる若者を増やせると考えていた。イエスは鼻持ちならないパリサイ人や立法学者の堕落と偽善をせめて民衆の心を引きつけてくれたので、大勢の仲間が加担してくれるものと期待していた。アンナスはパリサイ人や立法学者を緊急に招集して相談を始めた。彼はナザレのイエスという人物がこの反乱分子の中心であると宣言した。一人の議員が立ち上がり、この反乱と暴動を引き起こしたイエスがどんなことを言ったのか、その証拠を示せと言った。アンナスはその日に神殿勤めをしていた一人の立法学者に合図をした。彼は直接イエスから聞いたことを話した。彼はエルサレムを離れ、荒野へ行き、税金や現金の心配のない平和の国のことを話した。それを聞いた議員たちは、バカか気違いのたわごとだと嘲笑った。アンナスは言った。これではイエスがローマに反逆している証拠にはならんわい。全く不十分じゃ。それよりもイエスに直接会って質問攻めにし、なんとか反乱の首謀者である証拠をつかまねばならんのじゃ。そうすればピラトが裁判にかけ、彼を死刑にするだろうて。パリサイ人はこの案に満足し、早速次の日にどんな罠を仕掛けたらよいかと相談を始めた。